こんにちは、ゆかです。みんな、自分に対してだとか、自分の将来に対して、いろいろな希望だとかね、を持って生きていると思うんです。そんな夢も希望もないよっていう人だって、こういう風になったらな、こういう世界で生きていけたらなって思うことはあるでしょ？そのね、私たちが自然に持つ期待について今日話したいと思うんですね。でね、結論から言うと、まずね、自分だとか、人だとか、自分の未来だとかね、人生に大きなことを期待しない方がいいよっていうのが答えです。っていうのがね、まずね、人はもう自然にね、ああなったらいいな、こうなったらいいなっていうのを期待しすぎてて、その期待値をもとに自分の努力量っていうのをね、決めていくんじゃないかなって思ってるんですよね。で、大体の期待値っていうのは高い。こうなったらいいなっていうのが期待なわけだからね。で、その高い期待値に向けて、ここまで結果を出すんだったらこれぐらいの努力をしなきゃいけないっていうね、その努力を続けるわけですよね。そして何が起きるのか？人生はね、大抵思い通りにならない。で、この世の中、いろいろな人が住んでいる。で、いろいろな人との関わりの中、いろいろな環境の変化の中ね、やっぱり自分の期待っていうのは、思い通りの結果が出ることももちろんあるけれども、それはラッキーなことでほとんどが思い通りにならないわけですよ。人生ね。そうするとね、期待値が高かった人ほど、その努力を、すごい努力を重ねた人ほど、がっかりするわけです。落ち込むわけですよね。やる気がなくなるわけなんですよね。だからね、いかに期待をしないで自分の歩みを止めないようにね、するかっていうのがミソだと私はね、思ってるんですね。その中でね、もちろんね、私がいつも言ってるように、自分がどういう人間になりたいのか、自分がどういう世界で生きたいのかっていうね、ビジョンっていうのは絶対に持っておくべきだと思う。なんだけれども、それを期待値として、それありきの努力だけをし続けるっていうのは、やっぱりね、疲れますよね。簡単に言うと。思い通りにできなかった時、やっぱり、うわ、自分ってダメだなって思う。どうしてこれもできないんだ。だってこれをやらなければここにつかないんだぞって、そう思っちゃう自分もやっぱり出てきてしまう。でもね、今、自分はこれぐらいの時間のゆとり、体力、気力のゆとりっていうのを持っている。自分が今できるのはここだっていうね、落としどころを見つけて、毎日毎日、あるいは1週間ずつでもね、歩みを止めないって決めて、やり続けたらどうでしょうね。結果に期待するんじゃなくて、行動にコミットして。だからね、そこのね、行動にコミットするっていう時ね、どんなに疲れてても、どんなにやる気なくても、どんなに、ね、大変なことがね、職場で、家庭で、自分の中で起きていてもね、ここだけはできるよねっていう線、みんなね、あると思う。人によっては5できる人もいるし、人によっては15できる人もいる。人によっては2でもいいと思う。ただ、これはできるよねっていう線をずっと
毎日毎日、あるいは1週間ずつね、積み重ね続けてたらどうだろう。やっぱりそれって筋肉のようになって鍛えられると思うんですよね。ゆくゆくはもっとキャパシティが空くと思う。でね、それをね、自分に筋力がついてきたって気づいたときね、不必要なものを捨てて、不必要な心配、人間関係、時間、無駄な行動を捨てて、自分でキャパシティを上げる。で、そこに自分の気力体力っていうのがね、筋肉のようについてきてるから、もう少し負荷を上げるっていうことをね、ずっと半永久的に繰り返すって自分で決めて、その通りにね、進んでいったとすれば、必ず自分がここに行きたいっていうところに近づいていくはず。だからね、結果に期待したりしないでほしい、みんなには。人にも何かを期待しないでほしい。ただ、自分としてこういう世界観で生きたい。こういう自分でありたい。そこに注力する。っていうのが、いつも私が言っているように、それは唯一自分がコントロールできるものだから。周りの人たち、外の環境が絶対関わってきてしまう結果っていうのがあった時にね、その結果っていうのは自分がコントロールできることの範疇を超えてしまうんですよね。神の域。そこについて思い悩み始めたら、それはね、自分のエネルギーの無駄遣いになってしまうんですよね、やっぱり。だから、自分ができる。自分が完全にコントロールできる。それは、どういう努力を続けるか、どういう歩みを続けるのかっていうことだけだから、見える先、その見える先というか、見たい先の景色っていうのは意識していても、それに大きな期待をすることなく、でもビジョンはしっかりと描いて、愚直に何にも影響されることなく歩み続けるっていうのがね、やっぱり自分を変えることにもなるし、自分もそれをやり続けることで自信が出てくる。で、自信を持てば周りの人たちのあなたに対する扱いも変わってくるし、自分が変われば変わるほど周りの世界が変わるんですよね。だからより自分の生きたい世界で生きられるようになるから、まず自分ができることをやろう。無理するんじゃなくて、自分ができることを確実にやっていこう。それが一番の近道じゃないかなって思います。やっぱり期待すると辛いけど、自分に小さな努力を積み重ねるっていうね、約束をして守り続けるっていうのはできるはずだから。ということでね、期待はしないで。でも、自分ができることに対してだけ期待して前に進み続けてみようっていう話でした。今日も聞いてくれてありがとう。じゃあね。